いこんにちは、MD ジャックです。愛です。耳の妖精ミミです。はい、今回はキファインデルシー AE です。バンディ T モデルでデルシーの AE バージョンだね。エンジェルイヤーズオーディオさんはメーカーさんとよくコラボしてるけど、これもその一つだね。エンジェルイヤーズとの共同開発ということで、デルシー AE になっているようだね。送ってくれたのはエンジェルダックオーディオさんだけどね。いつもありがとうございます。今回一番の特徴はフィルターノズルでしょ？ジャックさん、だからレビュー受けたんだよね。そう、既存のデルシー、ここではオリジナルと呼ぶけど、オリジナルのチューニングに1点ちょっと気になる部分があったから、フィルターノズルでそのあたりがどう変化したのかなと思ってね。なるほど。ではそこは後ほど触れてみましょう。キファインは新しいブランドだけど、渋谷の担当の方から紹介されたのがきっかけで、ファーストモデルクレイナーをレビューしたんだけど、これが結構良くて、続くデルシーもレビューした。これも印象が良くて、記憶に残るモデルだった。結構売れたんじゃないですか？別バージョンが発売されるってことは人気が出た証拠ですよね。そうだと思うよ。価格は14,000円台。デルシーオリジナルが出たての時は12,000円ぐらいだったと思うんで、ちょっと割高だけど、それに見合うだけの価値はあると思うし、円安の影響もあるだろうからね。そっかー、そうなんだって。パッケージ内容はこれ。本体に最初に装着されているフィルターノズルはシルバー。これが基準なんだね。それとゴールドのフィルターね。バンドルケーブルがオリジナルの時と変わってるんで、オリジナルを持ってる人が買っても被らなくていいね。今回のケーブルの方が価格では少し高めかもしれないんだけど、デュアルワイヤー構成で全体的な音のバランスを強化してるんだって。愛はオリジナルのバンドルケーブルの温かみを感じる音の雰囲気も結構好きだよ。AE は 4.4mm のジャックも選択できるのね。そうだよ。4.4mm の需要は確実に増えてるからね。外観はカラーがシルバーになってちょっと軽い感じ。材質はアルミニウム合金なので片側 5.2g とかなり軽め。フィルターノズルの分だけオリジナルよりちょっと重くなっているようね。ドライバーは 10mm ダイナミックタイプ。振動板は PU と DLC で構成。PU 素材、優れた弾力性と柔軟性を持ち、低音を強化。DLC、高解像度の音と豊富な高周波エネルギーを提供。デルシー、オリジナルも同様の構造だね。重低音が特徴みたいだけど、どうかな？質感の高い低域が聞けるけど、低域に特化してるって感じでもないと思うよ。そうなのね。では、ここからは波形を見ながら進めましょう。まずイヤーチップですが、今回は炭酸菜バランスなバージョンを音収録と視聴に使うよ。バンドル品に比べ6から8キロあたりが出ているものを選んだ。2から5キロあたりが平坦だからね。ただこの判断は後でちょっと後悔することになるんだけど、赤のライン、バンドル2に似た傾向のものも必要になりそう。次はフィルターの比較です。まずデルシーオリジナルから見てみましょう。5キロ以上はイヤーチップでかなり変化するところだけど、2から5キロが割と平坦なのがオリジナルの特徴だね。低域は 200Hz あたりがこのラインとクロスする感じだし、200Hz 以下も結構レベル出てるから、しっかりした低域を出してる印象だね。そうね。はい、次は AE のシルバーノズル。へえ、オリジナルより低域ちょっと増してて、3キロ過ぎから7キロぐらいまではオリジナルより少し抑えてるのか。これはちょっと意外だったわね。最後は AE のゴールドノズル。ほう、ずいぶん変化したね。フィルターノズルの導入でここのピークが盛られるんじゃないかと思って期待してたんだけど、その通りになってたよ。デルシーオリジナルはこの帯域がもう少しあってもいいかなっていう出方だったんで、そこを埋めてきたのはいいね。3つのラインが重なる部分って少ないですよね。まあ 1.5 キロぐらいまでは同じと捉えてもいいと思うけどね。3本のラインはレベルを合わせてあるんで、広域が多めに出ているゴールドだとその分低域が下がる傾向。シルバーはその逆ね。あとシルバーとゴールドノズルでは片側約2デシベルぐらいのレベル差があって、ゴールドノズルを装着した時の方が音が大きくなるんで、明るくなって迫力が増したと感じるだろうけど、実際レベルが上がってるので聞き比べの際は注意が必要だね。じゃあサウンドチェックはこの3つのカーブの出方の比較ってことでいい？もちろん。ケーブルは AE のバンドル品で 4.4mm バランス接続。音調整の基準は AE のシルバーノズルね。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。I'ma be the baddest that you nah I'ma be the baddest that you ever done so coming in clear like Bluetooth. You can follow, you can ditch it, don't you miss out, you can reach it. It's a duo, mix of actions. Nothing's wrong and nothing's right.
はい、サウンドチェックでした。これは結構違いがありましたね。波形通りで分かりやすかったね。そうね。シルバーノズルを基準にしたからゴールドノズルの明るさがはっきり分かったし、オリジナルのここの部分の明るさの質感の差も分かったよね。そうだよね。デルシーオリジナルをベースにマイルドとブライトの表現がお見事ですって感じだね。ただちょっと後悔したのがイヤーチップのチョイスだね。これを見てほしい。左かシルバーノズル、右かゴールドノズルの中広域以上の比較ですね。そう。ゴールドノズルを装着すると5から7キロぐらいまでの出方が派手になるんで、同山菜だとこの部分が出すぎる結果になってしまった。もちろん広域が好きな人はこれでいいんだけど、私にはきつく感じるんで、このグラフだとバンドルの西とファイナル E のカーブが適してると思う。確かにサウンドチェックでのゴールドノズルの音はちょっとキンキンしてる感じしたか。なのでデルシー AE を聞いた印象のゴールドノズルを装着した場合はファイナル E での主張にしたよ。じゃあ最後にデルシー AE を聞いた印象ね。デルシーオリジナルに近いのは AE のシルバーノズル装着時、低域が結構前に出てくる。中広域が平坦なこともあって、低域の質感は量感優先の傾向。ベースラインに曖昧さを感じたり、キックのアタック感もいまいち。なので、低域が軽めのミックスの場合に有効だろう。ゴールドノズルだと逆にフロアタムの川なりの方はいいんだけど、迫力がいまいち。ジャックさん、フロアタムにうるさすぎだからね。まあ、そこは否定しない。なので、あまり気に留めなくてもいい。中域はシルバーノズルの方が若干再現性は高い気がする。対するゴールドノズルはややドンシャリに感じる。2から5キロあたりはシルバーノズルは平坦な割にボーカルはしっかり聞こえる。ただボーカルが前へ出てくるゴールドノズルとは明らかにキャラが違う。なのでボーカルをしっかり聞きたい人にはゴールドノズルがおすすめ。個人的にはゴールドノズルの登場で新たなデルシーのキャラが楽しめていいと思う。それより上の広域も2つのノズルでキャラが違いますね。シルバーはシンバル系などが薄め、ゴールドはやや厚みがあって派手め。全体的にはオリジナルの雰囲気を踏襲しつつ、少しマイルドなのがシルバーノズル。メリハリをつけ新しいキャラクターを楽しみたい場合はゴールドノズル。オリジナルと被らないチューニングの傾向はよく考えられているよね。これから買う人にはデルシー AA がいいですかね。そうだね、そう思うよ。デルシーオリジナルの時から結構好きな質感でしたが、2つのチューニングノズルで音質にバリエーションが加わり、ケーブルも別タイプのものがバンドルされたことでより魅力的になったデルシー AE。おすすめです。ということで、ヒファインデルシー AE のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。